あ、公園とか行ってる。それってそのカッコつける問題だけ解決しておきましょう。俺取ったら楽やろ。そんなテンション言ってないではないけど、なんやねんこれマジで。これどういう意味だ。あ、でもやめよっかなはちらついた。ああ、そうか。まだ言ってたよな、その。どうもかわいいということで、どうした？可愛かったよ。そんなメルヘンな A グループポーズ。あら、フレッシュだ。あー可愛い。可愛いですね。どうしたの？なんでそんな可愛い感じでやってるの今日？今日はヘップだからだよ。はい、というわけで A グループが大阪梅田のヘップ5にやってまいりました。ヘップさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ今回 YouTube でちょっと観覧車を使って撮影させていただけるということで、観覧車。そうなんです。乗ったことあるって人います？はい俺よ。おお、全員？うん。嘘。何どうは？お、ない。ヘップの観覧車ないの？ない。そんなやつが今仕切ってんの？おやっば。いや、そんな堂々できんな。ないね。ということで今回、観覧車でする企画はこちらです。禁断のサストサストーク。観覧車が一周している間、約15分の間、2人きりでトークをしてみようと思います。2人きりだからこそ言えるようなことも。まあしかもその観覧車っていう空間もあるもんね。確かにご飯行くんだまだ違うやん。普段言えへんこと言っちゃいますよね、なんか観覧車ってね。どういうこと？告白したりとかさ。すんの？誰かに？お前、今日告白。俺もそれと一緒の乗りたくないやん。じゃあいやな、そうそうするわ。まあその組み合わせですが、なんともうスタッフさんが事前にくじ引きでちょっとわからんわ。決めています。それも絶対くじ引いてへんやん。信じるわけないやん。いや俺も YouTube スタッフ信じてへんもん。だってサイコロ回したら永遠日伝でもそんなさ誰が信じてんの？あんなやおちゃんないよ。ほんまにくじでやったんですね。じゃあまずは1組目、こちらです。末澤&佐野最年長最年少で差しとファンの人らにさ、まあ2人っきりのところを見せてることないもんね。そう、なんか小島君とか、まあ、メンバーでいる時のせいや君はめっちゃいじってくるけど、2人っきりになるとなんか急にカッコつけてくるみたいな話は用意してんすよ俺。そうだけどその実際2人の時の映像は届けれたことないから。別にカッコつけてないんやけどね。どんな感じの？俺とおったら楽やろって言われたことそれはせいやくんが狙ってるよ、まさやのこと。何それ？まさやのことを狙ってるやん。俺とおったら楽やろってクマぶら下げながら言うてくる。クマぶら下げながら俺とおったら楽やろ。実質2人じゃないから4人やからね。2人と2匹みたいな。8人で始まったけど2人と2匹みたいなもんやから。さあ続いてはこちらです。リチャー&大勢犬猿の中で差しとやばいやん。やばいやん。うわ大丈夫？大丈夫？俺ら犬猿の中だ。ちょっと炎上みたいなのになってましたよ。炎上しましたね。そうか一瞬ちょっと燃えてましたもんね。あ、ちょっと燃えてましたよ。あなたたちのやつが一瞬。一番よくわからん関係性かも。なんかお互い悪いとこを常に探して喋ってるみたいな。おいだ。それ周りが悪いですよ、それ。ほんまに。ほんま。まあ何や思ってんねん。さあそして残るは小島正門まとめ役同士で差しと。まとめ役だった。いや、まさかのは YouTube スタッフはこちらのことまとめ役やと思ってね。なんか余り感あるよな。今日はまとめのこの悩みとか相談したの？いや、俺まとめの悩みないわ。ごめんやけど、俺まとめ役としてのまとめ役同士は俺でまとめちゃうから。それでは差しトークスタート。ありがとうございます。はい。うわ、なんか。うわ懐かしい。懐かしい。ありがとうございます。うわなんかちょっとそわそわするな。なんか変やな恥ずかしいですね。ちょっこの感じ。で、メンバーとして乗ったことある？と。いや俺ないですまだ。ないよな。そうや何話すんよ、な。ねえ。こんな。まだ炎上のこと言って。やめろ。ノリなんです。楽屋でよくあるノリなんです。そうですね。そのノリの一辺だけが切り取られて乗っただけなんです、あれ。大勢どんぐらいそういうの切り込めんのか、俺の俺が嫌いって言ってでもた。多分大勢が切り込む。リチャード大勢やった。やったのはそう。マスチャリング発信で喋ってんの想像つかないですね。なあ、先行は確かに大切。大勢な気するよな。確かにな。分からへんからな、やっぱ見てる人はな。ないですね。てかマジでリチャードってプライベート何してんすか？何してる？何してる？朝ごはん何食ってます？いやマ
とかじゃないけど別にパンはないやん。でもパン食べてでもうすぐ用意してちょっと外出るかな。外出るんですよすぐ。あとチャリでどっか行こうって思ったらね、俺なんか休みやしって一回マジで仕事ばっちゃりで来て雨めっちゃ濡れてましたこれもうめっちゃこすってるけどラジオで俺も一番好きなエピソードだから結構早ないですか。もう割と4分の 1？ もうちょっと4分の 1？ こんなカメラいっぱいあったんや。ここにも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 あるで恥ずかしいよな。でも多分これさ、2人でほんまにプライベートに乗ってたらなんか写真撮ってるような。いや絶対写真撮った記念写真撮ってるような。写真撮ってる。撮ります。もう一番上ですよ。こっちが今一番上やんな。はもう上やん。い。何します。何する？チューしてる。これいきます今。いや、こうやった方がいいけど。こうや。おーすげえ。めっちゃしてるやん。してるな。エロそんな写真。すげえ。やっぱこれ観覧車乗る人みんなそんなんするんかな。いやするでしょ俺いつも乗るときさ、音楽鳴らしてるからさ。鳴らしてますもんねこの話は。なんか後輩と飯とか行かないですか。行きたいって言ってくれんやったら行くってなるけど、こっちから誘って気まずって思われたらどうしようって思うから誘うやる。俺からはそうでもし誘うってなったら多分誰か一緒に誘ってると思う。で後輩とさご飯行った時何喋るの。ポケモンとかプライベートで何してるみたいな。飯俺なんか最近健康生活始めたんですけど。そういう話聞かせてよ。そういう話聞かせてよ。何よ健康生活。朝は絶対にヨーグルトとブルーベリーとトマト1個満タン。モデル。いやモデルでしょマジで。俺はもう今ジムに行きたいのよ。入ってやってくださいよ。なんか教えて、どこがいいとか。いやまあ全然言いますよ。自分教えてくれたら、は一緒に行こう。いいっすね。そう、教えてほしい。誰かに教えてくれへん。教えてもらえなかったらさ、どこをどう鍛えるのに、これどれ使っていいか分からへんやんか。最初危ないです。そうそう。そうしよう。ジムいいっすね。ジム行こう。いやなんか湯話できたらなんか話したで。まあ15分やからな。盛り上がった頃に終わるからもしかしたらリチャード大輔がおいしいって言うかもしれない。あれもう一回もしとけみたいな。そこまでやったならもう乗らしてあげる。もしかしたら、いやちょっと今いいとこやからみたいな。もうマジ一緒やったけど結構15分も経ったマジでいやほんまにした本当にぐらいの感覚っすね。うわ一緒やん。携帯これも携帯置いとく。向かいにあるのね。向かいやんか。面白い。今ドキドキもしますね。この感じ。いや俺せえへんででも。でもなんか観覧車っていうのが。ああまあまあまあそれはな。佐野とさ2人の時さ、佐野が結構真面目やん。楽屋で2人とかなったらさ、なんか熱い話してきたり、熱い話というかさ、熱い話したことあります？熱い話がその仕事の話振ってきたりはするやん。作詞してくださいよみたいなとかさ。いつか書きたいなみたいな、今じゃないけどみたいな話をせいやくんがしてて、でしかも俺もそれもこんな面と向かってて、なんか俺もさらっといや俺も作詞とかしたいなーぐらい、やってみたいなーぐらい、それを1年越しぐらいにさ楽屋で言うてきたやん。覚えてます覚えてまあそういやす。なんでそんな話したんやろ？急にやで。そういやせいやくん詩書いてくださいよみたいなっ何触発されたんやろ？て言ってきて、覚えとったんってなったやろ。ちょっとまさにもうバラエティスイッチオフで喋ってたほしいわ。なんかいやでも中節はいやもうオンやな。もう待ってる段階でオンやったな。あいつ素で言ってほしいけどな。できたよ。あの時だからお前なんかちょっとかっこいいこと言ってたで。いやせいやくん詩書いてくださいよみたいな。それに僕曲作るんで。俺ちょっとその時だから一瞬照れたから、いや作詞だーって寝転がったもん。なんか恥ずかしなって、面と向かって花さん恥ずかしなったから作詞だーって俺寝転んだからな。あの時いつかね、なんかそのタイミングがね
まあ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 大事ですねほんまに。このタイミングでこの言葉を伝えるからいやほんまに。ファンの人に一番響くし届くみたいなタイミングが出たで、でもなんかこういう話をすんでんな、サロンの時に多分俺な。多いっすよ。いや、わかるわ。 6人の時あんま。いや、そう、2人の時は俺小島と2人とかなった時もなんかちょっと仕事の話したりとか、まさかと2人になっても仕事の話そこもするんや。する。最近まさか君となんか一個なくなりましたよね。別に壁があったわけじゃないけど、その YouTube とかで言われてる気まずいのあれが。いや、別に気まずないからなって。もちろんどうでもいい話するようになりましたね、めっちゃ。ああ、それはそうよう見てるね。よう見てますよ。いや、俺はな、でも思ってて A グループの中で一番観察力というか俯瞰して見てんのは結構リチャっぽく見られるから、まあリチャはもちろん俯瞰して見てんねんけど、俺はその上と思ってんねん。みんなはどう思ってんだろうね、見てくれてる人らは。でもほんまに割とこんな感じやな、普段。こんな感じですね、ほんま。で、そのカッコつける問題だけ解決しておきましょうよ。じゃあ俺そうだよ、何をどこがカッコつけるのか分からへんでしょ。もう1日 A グループで雑誌ですみたいな日があって、でも1日中俺いじられて、でも小島君やーみたいな俺も嘆いてて、のあとせいや君と2人になった時になんかまあ普通にバーって10分ぐらい喋ってた最後に「な俺と2人やったら楽やろ」いや、それは出たやん。そんな俺そうさ、いや、佐野木さん、俺とったら楽やろ。そんな最初言ってない。ではないけど、もちろんネタで、さあお前、俺とったら楽やろってこの感じやん。もちろん10本気で言ったわけではないけど、そうやん。仕事の話10分15分した後に俺とったら楽やろ、なんか10ネタではないんすよ。俺言ったことないって佐野に、2人の時めっちゃ気使ってるくないみたいなの言わんかった。いや言ってました言ってました。言ってたよ。だからそれが今はなんかだいぶなくなった気がするねん。2人きりの時でも。ですね。わかります、それも。それは。なんやねんこれマジで。じゃあこれどういう企画だ。何を求めてんのか分からんわ。嫌いなやつは全員としたやつを5人としたやつを確かにな。めっちゃおもろいです。いや見たいんじゃない？ 5 人それぞれのあれも見たい人もいるかもしれんけどな。これ絶対大勢とリチャの時と雰囲気ちゃう気するもんな、降りてき方が。照れなかったっすもんね、2人は。なかった、そんな感じなかったもんな。なんか嫌な感じやわ。でも15分丸々見てほしいな。これあかんのか、めっちゃ嫌やわ俺。すごいな。行ってきます、行ってきます。よいしょ、乗れた。よいしょ。あ、こういう感じやねんな。何やねん。ニヤニヤするな。何話そうってなる15分しかないもんな。まあ、オープニングでも言ったけどさ、2人の人がこれ出ますよね。需要がね、来てるよね。来てるんじゃない？別にもっと来てるのかもね。やっとと言いますか、早かったのか遅かったのかわかんないですけど、そんな未来が来るとは。どうなんだやろうみたいな話もさ。まあしましたね、正直ね。しましたね。しましたね。何がどうなるかほんまに全部わからなかったもんな、あの時は。いや、波乱やったな、あの時そうやな、は。半分何が男子ができた時ぐらいやな。あの時はね、正直どうやった？焦ってた。どういう感じ、何が男子ができたってなって、でもそれでも俺ら二人は一緒に仕事やってた。あ、でも、やめよっかなはちらついてたね。ああ、そうか。まあでも言ってたよな、それは。ちらつくぐらいな。ちらつくぐらいやな。ああ。可能性として。ああ。でも、俺辞めたら、小事件はどうなんだろうなっていうおお、そう。まあそこはなんかちょっとさ、選ぶのあ嬉しいわ。れかも知らんけどさ。いやいや、でもまあ、一連卓上じゃないけど、なにわ男子っていうグループができて、仕事も雑誌とかも来たりね、撮ったりはしてたし。でも、ぎっきりっていうかな。ぎっきりやな言葉選ばず言ったらな。切れてもおかしくなかったっちゃおかしくなかったかもしれんもんな、あの時の前に。その時はあれ、滝沢歌舞伎とか、島にて、あ、じゃあちょっと頑張ってみようってやってる時にグループの話に来てっていう。なるほどね。そうそうそう。重なってたら、そうそうそう。やめようとは俺は思わなかったからな。あ、その辺の俺、小事件の話知らんな。まあそのマッサンが言う試験どうなるんやろうじゃないですけど、全くそれとは多分逆なんかもな。もうマッサンがこう一緒におるから大丈夫ちゃうかなみたいなのはあったけどね。まあこんな A グループができるみたいなのも全く知らんかったし、まあグループがもしかしたら個性派ぞろいのグループができるかもみたいなのがね聞いたりしたけど、とりあえず続けてたら言っちゃうかなみたいな。
まあ今の話でも初めて聞いたからそういうまあでもだからまあそこは逆にある意味もうずっとやってるのもあったからもう分からんよな。分からん何が起きるか。純粋に写真だけ1個見せますじゃうわー、写真撮りたかったあ頂上で撮った写真やってますやん、オタクらバラエティやってますやん。これでもバラエティやるわけない。いやまさかあんな3時間舞台それはすごいよ。できひんもん俺絶対 100%。何年後も俺もようやったなって今思うけど、でも楽しかったよからあれはすごいわほんまに。舞台やりたいしたんだよ。あ、そうなんや。いやこれからのマッサンのその舞台俳優としてのまさかの、まあ、もちろんね演技のドラマとかまとめようとしてる。いや舞台俳優のまさかのほんまに見たい。ありがとう。心から嬉しいわ。小島さん正門がどんな空間で帰ってくるのかなっていう。俺もね気になるけど動画になるような面白さはない気すんな。なんかわかる。なんかこうシャッフルメドレーとかもあるじゃない。シャッフルメドレーって関西ジュニアのシャッフルメドレーっていろんなくくりからなにわ男子からこうかっこいい曲可愛い曲みたいな7人からこうバババって選抜されてみたいなやったら俺ら2人やったら、マッサンがこうかっこいい系の曲とかを行くイメージが多かったから、俺はこう楽しい系とか、コミカルなやつとかねとかお笑いとか任せてもらえることがあったから、そこはなんか勝手にめっちゃいい感じ分かれてるやんみたいな思ってたよ。まあでもなんやろな、それはもうグループのおかげというか、いやいやいやなんかこうなれたのはこうなってしまったのかな。リトルの5人と A の4人が東京いる時飯行ってた人俺だけ行ってない。なんでなんですかなんでなんですか。不思議ななんか最年長最年少やなって俺は気はするけど、まあ分からへん、どうなったか分からへんけど、毎回のサングラスでステージ上でジョーダやった時あったもんな。表はいや面白かったもん。かっこよかった、面白い鳥として。